こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今回は飛距離やショットの安定感に直結するパワーパート1をテーマに、ゴルフスイングの中でのパワーを引き出せるポイントを取り上げます。多くのプレイヤーの悩みの一つ、スライスと誰もがあと10ヤード伸びればワンクラブ変わると日々練習されていると思います。体の使い方やクラブの使い方でパワーを引き出せるポイントで、使いやすく取り入れやすいと思われる方法を確認してください。まずパワー、力の5つの大きな項目です。 A、パワーを出せる体の部位。 B、パワーを出せる体の連動動作。 C、パワーを出せるシャフトとクラブ。 D、パワーを出せるクラブと体の連動。 E、パワーを出せるイメージとメンタル。5つの大きな項目から今回は A のパワーを出せる体の部位、パワーパート1をご覧いただきます。 A、パワーを出せる体の部位。体には多くの部位がありますが、ゴルフスイングの一般的に使いやすくパワーを出せる6項目を再確認してください。 A の1、両腕のローテーション。体の中心で両腕をクロスさせる動きです。最近のスイング理論のボディターンでフルスイングでは使わない動きではありますが、サンドウェッジなどの50ヤードから60ヤードのハーフスイングでは基本の腕の使い方としてやっておいた方がいい動きです。このサンドウェッジの50ヤードから60ヤードはそのままコースでピンを狙って使えます。両腕が体の中心でインパクト時にクロスする動きはクラブフェースのローテーション、クラブフェースが回転してボールを捕まえる動きを理解しやすく、練習を始めるウォーミングアップに取り入れることでその日の自分のタイミングやコンディションを調整するためにも有効的な方法です。サンドウェッジのハーフスイングで練習始めのウォーミングアップに取り入れることによってパワー、力のロスのないトップを作り、パワーロスのない両腕と胸の三角形の使い方を習得でき、ロフトの立ったボールとのインパクトが熱いインパクトをイメージできるようになります。熱いインパクトとはミート率が良くボールがクラブフェースに張り付くようなこすり球ではないインパクトのことを指します。 A の2、両腕と胸の三角形。ボール A のパワーは地面から足、下半身と上半身の連転したパワーを回転することによって腕を振り、握ったグリップからクラブ、ヘッドへと伝わり、ボールをヒットしてパワー、力が伝わります。両腕と胸の三角形は地面から下半身、そして上半身の体幹や地面からの力をロスを最小限にクラブ、ボールへと伝えることや、インパクト時の一瞬のタイミングを取るためにも重要です。一般的なプレイヤーの多くの方はこの両腕と胸の三角形からつながる動きのテイクバック、トップ、インパクト、フォローの中での大きくパワー、力をロスしているように見受けられます。どのスイング理論を選ぶとしても自分の両腕と胸の三角形は自分のはっきりしたイメージが向上のスピードや好不調の波の大きさをなくしてくれるでしょう。イメージをはっきり持って構えることによって自分の特徴を生かせるスイングにつながるため、結果パワー、力を使いやすく伝えやすいインパクトゾーンでの動きにつながります。 A の3、グリップ。グリップはクラブとの接点です。一般的にも基本とされているスクエアグリップ、ニュートラルグリップとも言われています。次にウィークグリップ、次にストロンググリップ、フックグリップとも言われています。この3種類を明確な意図を持って使い分けることによってパワー、力のロスがなくなり、力を有効に使えます。各グリップはそれぞれの握り方でボールのインパクトの手前からインパクト、そしてフォローとスイングプレーンの一部でもあります。
それぞれのグリップはボールを捉える手前からフォローにダウンスイングに入ったパワー、力を解放する方向となります。各グリップで手首を返しやすい方向を確認してみてください。自分がショットする時のようにアドレスをしっかり作って各グリップを作り、スローモーションでスイングしてインパクト手前からフォローにかけての手首や手の甲を回しやすい方向を確認してください。この手首、手の甲またはリストを滑らかに使うことは効率よくパワー、力を伝えるために理解して使いたいポイントです。またグリップの握り方でクラブフェースの入射角が一晩で変わってしまうこともあります。クラブの入射角やインパクト時のロフト、力の解放する方向の明確なイメージはパワー、力を楽に出すための鍵とも言えます。道具としてのグリップもパワーを使うための大切な要素です。昔から言われていることですが、柔らかいシャフトには柔らかいグリップ、硬いシャフトには硬いグリップを使用することはセオリーの一部でもあります。柔らかいシャフトというよりはシャフトのしなりを感じて打つタイプのプレーヤーはインパクト時もグリップを柔らかく握り、ヘッドを効かせたいわゆるヘッドに仕事をさせるためにあまり強くグリップを握るイメージは必要ではなく、柔らかく握ったグリップによってヘッドを走らせることができます。硬いシャフトで硬いグリップを使用するプレイヤーは正確な打点と打ち抜きを実現しやすく、体や右腕、グリップ、クラブヘッド、ボールへと押し込むようなインパクトでパワー、力をしっかりとボールに伝えることができます。 A の4、下半身、足元、スタンスとしての下半身のパワー。ゴルフスイングの下半身は地面からの力を下半身、上半身、腕、クラブ、ボールへと伝えるために根本的になくてはならない土台です。昔からアドレス時の足は靴の中でも両足の指が地面を握るようにしっかりとスタンスを作れという基本などは、しっかり地面にスタンスを作ることによって体の各部位の捻転運動や回転運動のパワー、力にロスをなくし、効率的に下半身から上半身に伝えるための基本でもあります。体幹としての下半身のパワー、また原則的に大切なのは下半身の太ももから股関節周辺のお尻、上半身の胴体の部分は人間の大半を占める体幹の部位です。体の体幹の大きな力を持った軸が速く回転できるということは、体の末端まで順番につながっていく回転の速さに直結して影響します。次に踏み込み、体重移動としての下半身のパワーです。ゴルフスイングでのトップからダウンスイングで行われる下半身の動きの踏み込みや体重移動は、野球のバッターほどの踏み込みや体重移動ではなく、足元のスタンスの幅を囲む円の中で捻転運動や回転運動が行われますが、そのスタンス幅の円の中で行われる踏み込みや体重移動によって大きくパワー、力が生まれます。踏み込みは左側の壁を上手に使うことによって反作用の力を使うことができ、体重移動は体幹の重い部位が移動するスピードを生かしてより腕やクラブを力強く振ることができます。重い軸の力はボールに当たり負けせずに効率的にパワー、力を伝えることができます。地面反力としてのパワー、スイング中に行われる右足の地面を蹴る動きやダウンスイング時に少し上体が沈む動きを地面から蹴り上げてジャンプアップするような動きは、実際にジャンプするほどの使い方をしなくても大きくパワーが生まれる下半身の使い方です。土台ともいえる下半身の足の力は
腕の力と比較すると少なくとも3倍以上、5倍から6倍以上あるという説もあります。両腕では両足ほどの体を浮かせるほどのジャンプができないのは誰もが理解できると思います。この両足の下半身の地面を蹴り上げジャンプアップするパワー、力は上手に使えば大きなパワー、力を得られる原点とも言えます。今回はパワーを出せる体の部位、パワーパート1をご覧いただきました。気に入っていただけた方はチャンネル登録、いいねの評価いただけたら幸いです。それではまたご視聴ありがとうございました。